日本の防衛費が1兆円から40倍増えるって聞いたらびっくりするのだ。でも実はこの数字の裏側にはインド太平洋の覇権シフトという巨大な流れが隠れているのだ。防衛費が40倍？それって月々いくら増えるってことなのかしら？私たちの税金、関係あるの？今日は3つの話がつながるのだ。まず、インド、日本、米国、オーストラリアのクアッド首脳会談がホルムズ海峡危機にどう動くか。次に、インドが米国とイランの板挟みになる理由。そして、日本の防衛費が爆増する本当の構造。最後の話があなたの給料にも関係するのだ。背景を説明するのだ。昨年、トランプがイランに空爆を実行した。それ以来、ホルムズ海峡は毎日混乱しているんじゃないかという緊張状態が続いているのだ。ホルムズ海峡って、それ、日本とどう関係があるのかしら？私たちの生活に直結するの？日本の石油の9割がここを通ってくるのだ。もしイランがここを閉じるぞと言ったら、日本の経済は48時間で止まるのだ。それぐらい重要な場所なのだ。90%？ ちょっと待ってよ。ずんだもん。それって、もしホルムズが1週間閉じたら、日本の電気もガソリンも来なくなるってことね。その通りなのだ。だから米国は、ホルムズ海峡は自由航行の場だ。イランは手を出すな、という体制を作りたい。それが今回のクアッド首脳会談の狙いなのだ。ちょっと待ってよ。クアッドって、インド、日本、米国、オーストラリアの4カ国軍事同盟でしょ。でも、インドってイランと経済的につながってるんじゃなかったかしら？その通り、インドはイランから石油を輸入している。イランはインドに原材料を売っている。関係は深いのだ。だから今回、インドはクアッドで一緒に対イラン行動をとるとは言いませんという態度をとるのだ。でもインドも首脳会談に参加してるんでしょ？一緒に対応するって言ってるんじゃなくて？そこが外交の綱引きのだ。インドはクアッドのメンバーですという顔をしながら、声明では戦闘時者による平和的解決を支持するという曖昧な表現で済ます。つまり、米国よ、一人で頑張ってねというメッセージなのだ。つまり、インドはクアッドにいるけど、アメリカの肩は持ちませんという立場を保とうとしてるわけね。国際政治って難しいわ。そのインド外交の結果、米国が期待していた対イラン包囲網は脆弱化するのだ。結果としてホルムズ海峡の自由航行保障は紙切れになるリスクがあるのだ。ちょっと待ってよ。もし自由航行保障がなくなったら、日本はどうなるのかしら？油断できない状況になるってことね。その通りなのだ。だから日本は自分たちで防衛力を持つしかないという判断をしたのだ。それが防衛費を1兆円から3兆円に引き上げるという決定につながったのだ。実は4年で3倍化する計画なのだ。3倍？ 4 年で？私たちの税金の1兆円が防衛費に消えるってことね。普通の家計で言ったら、月30万の給料が月1万5千円。防衛費に取られるようなものかしら。その試算、実はほぼ正しいのだ。日本の2025年の総税収が約60兆円。防衛費が1兆円増えるということは、国民1人当たり月800円の税負担増という計算になるのだ。家族4人なら月3200円なのだ。月3200円。それって毎月のコーヒー代ぐらいね。確かに痛いけど。でもそもそもなんで今この時期に防衛費を増やすの？これまでずっと少なかったじゃない。それはね、日本が世界3位の軍事費大国になるという計算なのだ。今は1位が米国、2位が中国、日本は4位。でも3兆円になればロシアを抜いて3位になるのだ。これは実は40年ぶりのシフトなのだ。ちょっと待ってよ。ずんだもん。防衛費が増えるってことは、それって実際に戦争に備えるってことなのかしら？平和憲法の国である日本がそこまで行くの？そこが日本の難しいところなのだ。名目上は防衛力の強化とされているけど、実際には台湾海峡有事や南シナ海での軍事紛争に備える動きなのだ。つまり中国と米国の戦争に巻き込まれるリスクを想定しているのだ。覚えているかな？冒頭で防衛費が40倍増えるって聞いたらびっくりするのだと
と言ったのだ。実際には1兆から3兆、だから厳密には3倍なのだ。でもこれから10年単位でさらに増える可能性を見ると、実質40倍の覇権シフトという意味なのだ。つまりクアッド首脳会談はホルムズ海峡を守ろうという宣言だけど、実際にはインドが中立を保って空洞化する可能性が高い。だから日本は自分たちで守る体制を作るという判断をして防衛費を3倍に引き上げたってわけね。その通りなのだ。そしてこの動きは企業にも波及するのだ。日本の防衛関連企業の株価が上昇している。防衛装備品メーカーの川崎重工や三菱電機の採用も増えているのだ。つまり防衛産業が日本の新しい成長産業になろうとしているのだ。20年後の日本はどうなっているか。一つの可能性はアジア太平洋地域での有事に自前で対応できる軍事大国になっているということなのだ。税金は月800円増えるけど、その代わり日本がアジアで自分の足で立つ国になるのだ。私たちは平和な時代が続くって思ってたけど、実はずっと有事のシナリオが進行してたってことね。月800円の増税でその現実を突きつけられてるわけだ。重い話だけど覚えておく価値がありそうね。明日はこのクアッド同行の続編として、台湾有事シナリオになった時の日本の供給網の本当のショックを解説するのだ。日本の半導体、自動車産業がどこから部品を仕入れてるのか、その脆弱性を掘るのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。